それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手を変えるあなたの力、エネルギー、について見ていきます。あなたが与えるお相手への影響ですね。よろしくお願いします。では今回もトランスペアレントオラクルカードからシャッフルしてカードを出していきます。こちらシャッフルで場所を使うので、まずここからあなたがお相手に与える影響についてカードをもらっていきます。そしてお相手との相性、今のね相性っていうのも見たいので、お相手のコンディションっていうところに対しても1枚カードをもらっていこうと思います。全部で2枚出します。ではカットしていきます。まずこちらがあなたがお相手に与える影響です。そしてこちらがお相手の現在のコンディションっていうところでもらいます。この2枚で見ていきましょう。まずお相手のコンディションですね。こちらです。とても可愛らしいなというふうに出ていますね。風の精霊シルフのカードです。とても自由なカードですね。自由に風に舞っているっていうそんなイメージ、お相手のコンディション。そしてあなたを表すカード、こちらがロンギヌスの槍ですね。お相手に与える影響としては、すごくお相手の力を増長させていくような、そんなエネルギーを感じます。すごく力が強い火のエネルギーですね、こちらが。で、お相手が風のエネルギーを持っているので、お互いを高め合っていけるような、そんな相性でもある今の状態なのかなとも思います。そしてあなたのこの行動力とか意志の強さ、そして情熱ですよね。それがお相手の心を揺さぶる、刺激される、刺激を与えるようなエネルギーをあなたが持っているんじゃないかな。そしてお相手を勝利へと導く手助けとなっているような、そんな気もしますね。すごくいい、あなたがすごく芯が通っているので、それでお相手がより一層自由に動き回れるとか、安心感を与えるような存在なんじゃないかなと思いました。では一度こちらのカード端に寄せていきまして、タロットカードで見ていこうと思います。今度はこちらのタロットカードを使って展開していきます。お相手のそうですね、今のコンディションっていうところで、その後に、オラクルカードなどを使ってあなたがお相手に与える影響やエネルギー、あなたから受ける影響ですねについて見ていこうと思います。で、申し訳ありません。今回から手袋を着用しているので、少しカードを、滑ってね触りづらいというところがあるので、少しゆっくりめのシャッフルになるんですが、ご了承ください。こちらで見ていきます。こちらがあなたがお相手に与える影響っていうところで出しています。ではこちらでお相手の今のコンディションっていうところを見ていきましょう。そうですね、すごく今前向きなエネルギーっていうのがお相手のところにやってきています。それはあなたから受け取っているエネルギーもあるからかもしれません。お相手の中で確実に芽生えているもの、手にしているものっていうのがあると思います。あなたのエネルギーを受け取ってより明確に物事を見ることができるとか、目標に向かって進む力をあなたからもらっているようにも感じます。あなたの強い思いがお相手に間もなくしっかりとした形で届くっていうのが出てきていますね。お相手が受け取る、あなたのお気持ちに気づくとか、もうすでに気がついているんだけど、ここからさらにお相手の方から返事が出てくる、返答、動き
反応っていうところが出てくるとか、しっかりとあなたの愛情を受け取って自分でこういう風にしていきたいとか、そういうことがもっと明確に出てくるんじゃないかなと思います。コンディションとしてはすごくいいのではないかな。ただし疲れ気味っていうのがあるので、これが周囲の影響っていうところでペンタクル5番っていうのが出ています。ご自身の中の今の状況、本人が意識しているよりは状況的には外部の影響ですねが少しね厳しいかなっていうところが出てきていて、それに対して休んだ方がいいよっていうのは出てきてるんですね。お相手の中の強い意志、目標っていうところで自分が進んでいきたい、叶えたいっていうことに関して状況が整っていないので疲れを感じているなっていう気もしますね。お相手の不安や恐れ、期待のところに月のカードが出ているので、物事が不透明になっていくことに対して恐れを抱いているんですね。自分で決めたことに対して、動いたことに対して結果っていうところがついてこないと、それは怖い恐れだなっていうふうに思ってるし、今ご自身のモチベーションというか動きですよね、軽やかに動いていきたいっていうこの風の精霊のエネルギーが働いているので、風のように軽やかに物事を進めていきたいとか、素早く通り過ぎたいものがあるとか、動いていきたい、行動していきたい、自分の願いに向かって動きたいっていうことがあるんですが、それにストップをかけるようなペンタクル5番のカードが周りから出てきているので、疲れてるかな、動きづらいかなっていうところですね。確実にものにするためには周囲の人々を納得させなきゃいけないとか、自分の影響が周りにどこまで与えていくんだろうってことを気にかけていたりとか、ご自身の不安と向き合う恐れっていうのも出てきてるんじゃないかなと思うんですね。ぜひあなたの力でお相手を支えてほしいっていうふうにお相手の望みとして入っているように感じます。はい。あとはですね、タロットカードもう少し使って見ていきます。で、お相手が本当に疲れてるんだなとか、今2人でコミュニケーションのやり取りしていて辛そうだなっていう時は支えてあげたり、お話を聞いてあげたりサポートするっていうのが一番ベストな方法なんじゃないかなとも思います。応援してあげる、だけど休んでねっていう風に休む方向へ導いてあげることっていうのも必要な気がします。この方休み知らずで自分の勢いで進んでいきたいって気持ちが今強いので、そこには強い意志や目標があるからなのかもしれません。責任感も強いかもっていうことで推し進めていくエネルギーなので、立ち止まることも必要なんだよ、休むことも大事なんだよっていうことをあなたの方から教えてあげるような、そんなイメージでいると、このお相手よりね心体が元気になるんじゃないかなって気がします。ペンタクル5番は肉体的なこと、お金とか経済的なこと、そしてあとは目に見える物質的なことのこのそうですね、厳しさとか困難なことっていうのを表します。なので今お相手の中で体調不良だったりとか時間に追われていてゆっくり休めていませんっていうようなのが見えてきているので、このあたりをサポートしてあげるといいのではないかなと思いますね。頑張ってきたこと、夢目標とかやりたいことに向かって頑張ってきたことが実りを迎える近未来っていうのがお相手のところに出てきているので、だからこそ今頑張ってますとかそういうお相手もいるのかなとも思います。あなたの力がかなりサポートになっていると思いますね。ではタロットカード、違うタロットカードを使って少し展開していきます。こちらからカード4枚出していって、今お相手とあなたの関係性だったり、お相手があなたに対するお気持ち、そしてあなたがお相手に与えている影響っていうのをもらっていきます。また3つにカットして、まとめたもの上から7枚目ずつ4枚もらっていきます。はい、出ましたね、こちら。まずお相手が
思うあなたへのお気持ちとして節制のカードです。そしてあなたがお相手に与える影響として15番、こちらデビルのカードですね。そしてアドバイスカードソードの3番、そして今2人の間で押さえておきたいポイントとして、ペンタクルの9番が出てきています。ここがすごく、節制と悪魔のカードが出ているのがなんとも不思議な並びだなと思って見ています。あなたがお相手に与えている影響っていうのがとてもそれが魅惑的なものであり刺激的なことだって、ただその刺激を受け取ることによってお相手が気持ちが落ち着くっていうのが出てくるんですよね。安定するっていう節制のカードが出てきているので、あなたから刺激をもらうことによって気持ちが落ち着く、つまり自分とは違う視点を持っているのかもしれないあなたが、だから自分では気がつかなかったことを指摘されることによってより自分の気持ちがクリアになるとか、心が安定する、大丈夫だよっていう一言をもらえるのかもしれないあなたの方から。この何とも言えない不思議な感覚っていうのがお相手が感じるあなたの魅力であり、今のあなたに対する思いです。一緒にいると落ち着くし不思議な感覚になるっていうのが入ってくるんですよね。何かそのあなただからこそ感じる魅力っていう特別なものっていうのを感じてるみたいなんですよね。お相手があなたに対して調和の気持ちを出してきてるんです。浅い関係性であっても仲良くなりたい、もっと深く知りたいなとか、今の関係性もっとより良いものにしていきたいとか、今の関係がとても気持ちいい心地いいものだっていう風に感じてるんです。そしてあなたからは刺激をもらっているとか、あなたが常に自分のことを見てくれるから愛情を受け取って安心するとか、そういうことも言われています。すごく不思議な関係性なんですよね。中にはその周りから見たらね、相性合わないんじゃないかっていうふうに思われがちな2人かもしれないんですけど、何とも言えないこの絶妙な空気感とかバランス感とか、2人にしかわからない味っていうのが生まれています。なのでお相手がその自分とは全く違うあなただからこそ受け取れる刺激っていうところにすごくいいなって思っていたりとか、興味深いって思ってる、興味をそそられるっていうのが伝わってきます。そしてまだまだね、これから仲良くなっていけるよねっていうところですね。同じペンタクルの9がこの近未来と同じところに入ってきていて、お互いが積み重ねていく努力っていうのももちろん必要だし、歩み寄っていくことですよね。必要だし、あなたの方からもそしてお相手の方からもこれからもっと距離を縮めていく動きっていうのが見られるんじゃないかなと思います。積み上げていくからこそ生まれてくる関係性とか特別なものっていうのが出てくるっていうのがね、入ってきています。まだまだこれから歩み寄っていくことがたくさんある、待っているよっていうのが出てきているのと、アドバイスとしてソードの3番のカードが入ってるんですよね。そんなに痛めつけないでっていう風に今入ってくるんですけど、自分を無理に変えようとしなくてもいいよっていう風な感じかなと思うんですね。何かこうお相手に寄せようとしたりとかする必要ないよっていう風に入ってます。あなたはあなたのままでいい、それがいいっていう風にお相手から入ってるんですよね。何かの違いを感じていたりとか、揃えなきゃいけない足並みとか考え方とか、お相手の思考に寄せるとか趣味とかに寄せていく必要はなくて、違っていたとしてもそこがあなたの魅力としてお相手に移っているので、ぜひあなたはあなたのやりたいことをやってくださいっていう風にお相手からのメッセージで入ってきています。あまりこう思い込みすぎずに、頭で考えすぎずに、心の思う通りにあなたは動いていっていいし、お相手に合わせすぎず必要はないよっていう風に出てきています。そしてこれからもその違った見方でお相手のことを支えていってほしい、そんなお相手からのメッセージが入っています。そうするとより一層2人の間の絆が深まっていくとか、逆にこの人寄せすぎない方が追いかけたくなっちゃうっていうところがあると思うので、あなたからもらっている
影響っていうところが大きいと思います。違っているようで似ている、似ているようで違う、そんな不思議な組み合わせの2人っていうのが見て取ることができますね。ただお互い強いエネルギーなので、それらがお相手の中ですごく心地のいいものっていう風に捉えられているよってことはお忘れなくっていう風にカードからのメッセージで入ってきています。ではあなたが与えるお相手の影響、こちらのオラクルカードと、そして今あなたがお相手にしてあげられること何かあるかなって具体的にくださいということで、ルノルマンカードからも出していきましょう。はい、こちらのカードでもらっていきます。まずルノルマンで1枚もらっていきましょう。はい、魚のカードですね。フィッシュ、豊かさを表します。お互い程よく自由でいられることっていうのがいいのではないかなと思います。確かにテンションとか盛り上がりの度合い、熱量とかタイミングっていうのは合わない、噛み合わないところもあるんですけど、それが逆にこの人の刺激になっていていいなっていうふうに思ってる。そして束縛されすぎない方がお相手かなり自由に、もともと今の性質が風の妖精のエネルギーを持っているので自由でいたいんですよね。束縛されるのが少し今は苦手かなっていうふうに思います。ある程度ですよ、ある程度自由にお互いやれている方がお互いにとってより豊かになれるしっていうふうにお相手が考えているので、あまり縛り付けすぎることなく、そして決めすぎることなく、あなたってこうよねとか私ってこうだからとか、お互いのことに関してまたは関係性だったり自分自身のことに対して私はこうだからとか2人の関係はこうだからっていうふうに決めつけすぎることなく、今は自由な感じでやっていくのがお相手的にいいなっていうふうに思っています。そしてあなたが今お相手にできることっていうのも、やはりある程度自由にいる中でお互いを尊重し合える、リスペクトし合える、この関係性が今一番いいなっていうところですね。何かを求めすぎる必要もなく、与えすぎる必要もなく、今の感じがいい感じっていう風に出てきているので、今以上に視野を狭くすることもなくっていうことで、お互いが自由に泳ぎ回っている中で信頼し合っている関係性っていうのが一番いいのかなと思いました。ではこれらのオラクルカードから今あなたがお相手に与えている影響っていうことについて見ていきます。はい、まず1回ですね、カードを軽く整理させてください。ではね、そのお相手の気分転換になるようなことをしてあげるといいのかなとも思うし、本当に体調を崩しているとか働きすぎて今煮詰まっているっていうお相手だとしたら、そこね、休んで、ゆっくり休んでとか、栄養あるもの食べてとか、あなたの手作りのものでもいいですしね、これ食べてねってでもいいし、お疲れ様って言ってコーヒー一杯差し出すとかでもお相手の癒しにつながってると思います。こう気分転換できることっていうのが今このお相手には必要なのかなっていうのも入ってきています。ただあなたが支えてくれるから自由に動けているんですよとか、自由な発想ができるんですよっていうのがお相手からのメッセージなので、はい、ではあとはもらっていきましょう。周波数を上げてバージョンアップ、周波数や波動ですね。そして、ブレス、呼吸、お色せ、アカシックフロー、これらからメッセージをもらっていこうと思います。はい、いいですね。とてもお相手らしいメッセージが届いているかなというふうに思います。あなたがサポートをしてくれるから自分らしくいることができます。そういうメッセージが入ってきます。あなたがあの人に与えている影響というのは、あなたが思っている以上に深くお相手の成長や幸せに大きく貢献しています。サポートの力がすごく大きいっていうことですね。あなたが思っている以上に、あなた自身が持つポジティブなエネルギーがあの人にも自然に伝わっています。
日々の生活に前向きな変化をもたらしているんです。あなたが心地よさを大切にし、自分自身を高め続けることで、あの人もその影響を受け、人生がより良い方向へ進んでいると感じています。あなたが持つその高いエネルギーは、お相手の心も引き上げ、自然と感情や行動にポジティブな変化を起こしています。あなたがご自身の内面を整えて成長し続けることで、あの人もより高いレベルで生きていくことができるようになっています。お互いの関係においても、そのエネルギーの影響を受けて、共に成長し、固い強固なものへと変わっていくとお相手は感じているようです。また、あなたが焦らず、自然な流れを大切にする姿勢というのは、あの人にとっても安心感を与えています。急がず、静かな忍耐を持つことで、お互いの関係は穏やかに深まっていくでしょう。あなたがリラックスしていると、あの人も自然とリラックスできて、より心を開いていくことができるんです。そして、あなたが自分の感情を素直に表現し、自分らしく振る舞うことで、あの人にとっても大きな励ましとなっています。その正直さや誠実さがお二人の絆を深めています。あなたが自分を信じ、勇気を持って進む姿は、あの人にも自信と勇気を与えているんです。さらに、今の時期、この時期はあなたの成長や新しい視点を受け入れる姿勢というのが、あの人にとって刺激となっています。共に新しい発見や気づきを得るチャンスというふうにお相手は思っていますし、あなたの進化していく姿というのは、お二人の関係に前向きな影響を与えています。あの人の中で未来を一緒に築く力となっているのを感じています。あなたの勇気や誠実さ、そして成長し続ける姿が、あの人を照らし、心に光をもたらしています。あなたが自分のペースで進むことで、お二人の関係も自然と良い方向に進んでいきます。あなたの存在があの人にとって大きな力であり、安心感そのものです。とてもリラックスできるあなたと一緒にいると、また自分らしくいられるとか、落ち着きを取り戻せるっていうのがお相手からのメッセージとして入っています。あなたと一緒にいると落ち着くんだよとか、あと周波数、波動っていうのは自分自身の持つエネルギーのことですね。このエネルギーが高まっていく、なのでイコール成長へとつながっていくんだっていうことをお相手が伝えてきてくれています。はい、いつも信じて待ってくれているあなたとか、お相手を支えてくれる、持ち上げてくれるあなたっていうのが、お相手がとても心地よいというふうに思ってくれているんですね。ぜひあなたはあなたのままでっていうふうに、そしていつも応援してくれると嬉しいなっていうお相手からのメッセージも伝わってきます。そうすることで、お相手もあなたから良い影響を受けて、自分自身も成長することができるんだっていうメッセージが伝わってきました。自分にはない魅力を持っているあなたっていうのが伝わってきます。またどこかで似たような共通点があったり、感覚が似ている部分もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そしてこれからお相手はあなたをより一層信頼する、より一層絆を深めていきたいっていう気持ちが強くなっていきますので、ぜひこのままの関係性でお互い縛り付けすぎることなくね、ある程度自由に、尊重し合いながらやっていきましょう。その方がより良い関係性へとなっていくでしょう。では、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらのカードは多次元からのヒーリング癒しというメッセージがあるんです。で、多次元っていうのは何かっていうと、肉体、精神、感情など全体のバランスが整っていて、深い癒しや変容を促すことというふうに言われています。これが多次元、多方面からの癒しというふうに捉えてください。肉体、魂、心、思考、すべてがバランスが整っている状態ですね。この状態です。そのために何をすればいいのか、涙を流すことが癒しとなるでしょうっていうメッセージが込められています。今ご自身の中で辛いこと、不安なことあると思うんです。それを流し切る時ですよっていうソードの3番のカードが入ってるんですね。お互いの関係をより豊かなものにしていくために、できればお互いなんですが、あなた自身のマイナスな感情、ネガティブになっていることを涙として流してください。感動する映画を見るとか、
悲しい出来事があって、もちろんねこう素直に泣いてもいいんですよ。歌を歌って悲しみや不安を表現して、または感動して泣いてもいいんです。何かに影響を受けて涙を流すことによって、心の中のこの何かこう自分の中で積もり積もっていたものが一緒に現れて流れていくので、ぜひ今この涙を流すことによってご自身を癒してください。そうすることで全体のバランスが整っていきますというヒーリングのメッセージです。ぜひこちらもお受け取りください。今回はお相手が感じるあなたの魅力やあなたが与えている影響、そのエネルギーの形についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手を変えるあなたの力、エネルギー、そしてあなたが与える影響力について見ていきます。よろしくお願いします。では、こちらのトランスペアレントオラクルカードを使って2枚カードを出していきます。まずシャッフルしていきます。こちらからまずあなたがお相手に与えている影響、どんなエネルギーをお相手に今伝えているのか、そしてねお相手がどんな風に受け取っているのかっていうことですね。あとはお相手のコンディションとして1枚カードを出していきます。今回から手袋着用しています。カード少し扱いにくいっていう実感があります。なのでシャッフル少しゆっくりになりますが、どうぞご了承ください。はい、そしてこちらがお相手の今のコンディションとあなたがお相手に与えている影響として出しています。はい、こちら2枚で見ていきましょう。まずお相手が風の精霊のシルフのカードが入っているので、自由っていうのが今入ってきています。そして繊細っていうのも入ってきますね。線が細いっていうのが入ってくるので、繊細な方というか、今そういう雰囲気エネルギーをまとっているよっていうことと、あと風の精霊ということは風のようにふんわりしていたりとかさらっとしているかもしれません。これがお相手のコンディションとして入っています。そしてあなたがお相手に与えている影響としてワールドツリーっていうね木のカードが入ってきています。お相手に対してあなたがすごく素晴らしい存在である、豊かな存在であるっていうこと、理由は深く言語化できないんだけど、あなたのことをすごくいいなと思っていたり、あなたから受ける影響がものすごく大きなものなんだっていうことが伝わってきます。あなたからいろんなことを教えてもらってるとか、栄養をお相手に与えているってことです。お相手がより成長できるっていうことで、あなたから、今伝わってくるのが、あなたから甘い香りがしてくるっていうのが伝わってくるんです。それに引き寄せられるっていう風に入ってくるんですよね。お相手があなたに引き寄せられるぐらいあなたが魅力を持っていたりとか、香りっていうのが入ってくるんですけど、でも一緒にいて心地がいいなとか、自分らしくいられるとか、自分が繊細な気持ちを持っているからあなたがいてくれると安心感が強まるっていうことも入ってきますし、あなたがお相手にいろんなことを教えている関係性なのかもしれない。いろんなことを知っている人、自分にとって吸収できるものがたくさんある人っていうふうに、あなたが豊かな人なんだよってことが入ってきます。いろんな知識を知っているだけではなくて、自分にとって第一歩を踏み出せるような、そんな世界観やあなたの存在っていうものが確立されているっていうふうに入ってきますね。続けてタロットカードをシャッフルして見ていきます。こちらを軽くシャッフルしてお相手の現在のコンディションを見ていきます。タロットカード
選択肢ごとにしっかりとシャッフルしてあります。ここでは軽くシャッフルして並べていきます。はい、こちらからお相手のコンディションをもらっていきます。そうですね、なんかすごくいい感じっていうのが入ってくるんですが、お相手の今のねコンディションです。すごくいい感じ、いい流れっていうのが出てきています。あなたから栄養をたくさんもらってるよっていうことが今ここで入ってきてるので、受け取ってるものすごくたくさんあるんじゃないかなっていうこと、そして励みになっているあなたからの応援とかメッセージとか、あなたがかけてくれた言葉とか一つ一つがこのお相手の糧となり、その栄養となりね、お相手の全てのことを豊かにしてくれる。例えばあなたの知識があったからこのお相手のおしゃれ度が増したとか、そういうことも言ってるし、生き方がより豊かになるっていうことなので、例えば美味しいお店をあなたがいっぱい知っていて、その情報をくれて一緒に出かけることでいろんな体験ができる。美味しいとか、見た目こんな料理がいいとか、あなたの感性を刺激を受けてね、そういう美しい料理の楽しみ方もあるんだねとか、音楽かもしれないし、いろんな五感、知識、あなたの体験っていうものが全て今お相手のところに流れ込んでいる。それは知識プラス愛情が込められていて、優しいエネルギーが今お相手を包み込んでくれていて、とてもそれは気持ちが満たされるものだっていう風に入ってきています。お相手のこの流れもいいですし、そしてこちらのジャスティスが周囲の状況、そしてお相手が今課題や困難または期待として感じているところがこのハーミットのカード、そしてカップの9っていう風に入ってきていて、あなたからもらっている愛情がすごく良いもので満たされているっていうことですね。あなたに対して運命みたいなものを感じているんじゃないかなっていう風に見ています。受け取るもの受け取っていますよとか、お相手の方も前向きな気持ち、自分から動いていくっていう気持ち、姿勢を見せているので、ただ受け取っているだけじゃなくて、受け取ってそこから自分で羽ばたく力をもらって、自分こんな風に軽やかに踊れるようになりましたとか、飛べるようになりましたっていう姿をあなたに見てもらってるとか、そういうことですね、表現できてますよってことが言われています。そして周りの状況としても今お相手に対して追い風なので、バランスが取れていたり、今まで乱れていたことがバランスが取れるようになってきたとか、そういうことも言われています。全体的にお相手の流れがすごく良くて、それはこのカードっていうのはあなたから受ける影響も加味して出しているんです。なのであなたからもらっているものっていうのがすごく強いエネルギーで、それを受けてより一層自分の心とか体もそうですし、環境も豊かなものになっているよっていうことが言われています。そして恐れや期待のところにハーミットのカードが入っているので、ここはその恐れとしてもし言うのであれば、一人ぼっちになりたくないなっていうところ、簡単に言えばいつもあなたのそばにいたいよっていうことですね。離れたくないっていうことです。そして期待していることといえば、あなたからいろんなことをエネルギーをね受け取っているので、それが自分のより一層豊かなものにつながっているよってことをあなたに伝えたい。これからもよりその知識を学びたいとか、あなたから学べるものがたくさんあるんだってことを伝えたいっていうふうに出てきていますね。はい。ハーミット、その道を追求していくとかっていうことなので、あなたから受け取っている知識、情報とか五感とかね、センスっていうのがこのお相手をより一層豊かなものにしていってますよっていうことが伝わってきます。どれを見てもすごくいいカードなので、お相手が今あなたからの愛情とか、そしてその豊かなものですよね。あなたの経験とかいろんなことをお相手に話されてると思うし、伝えてると思うんですよね。それがお相手にしっかり届いているよっていうことですね。向き合っているような状態、2人の気持ちが今ちょうど良いところにいる状態っていうのが入ってきていて、それはお相手を満たすようなことにつながっているんだっていうことですね。あとはカードさらに追加していきます。
ではルノルマンカードを使って今あなたがお相手にしてあげられること、意識して何をしたらいいのかなっていうことですね。今回テーマとしてはお相手に与える影響として出しているんですが、プラス何か行動で何か表すとするんだったらどんなことできますかってことでもらっていきます。はい、こちらのルノルマンカードです。はい、レターのカードですね。お相手に伝えましょう。これからもより一層伝え続けていきましょう。今までもお相手にたくさんのエネルギーとか情報とかそういうものを与え続けていたと思うんですよ。声援頑張ってねとか背中を押していくような、そんなね、その世界の木ワールドツリーです。このなんていうのかな、生命の木のようなその全ての根源だったりとか、なんだろう、言葉にできないんだけどとても大きなエネルギーっていうことでしょうか。それらのエネルギーを持っているんですよね。あなたのその基盤を作ってきたものっていうのが今お相手がそこに引き寄せられている状態で、このあなたにしかない特別なエネルギーなんです。それをお相手を支えているような、そういう風に感じたので、頑張ってねとか背中を押してあげているようなことをずっとあなたがやり続けてきたんじゃないかな、伝え続けてきたんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。それをこれからもずっと伝え続けていってほしい。あなたの知識を教える、伝える、あなたの気持ちを伝える、頑張ってねって支える、好きだよって伝える、そういうのをずっと伝え続けていって、2人の物語をこれからも紡いでいってほしいっていうことが、具体的にお相手に今何ができるのかなっていうことで出した手紙のカードです。ぜひこちらを参考にしてください。ではタロットカードを使ってもう少し展開していきます。3つにカットして、ここからカード4枚出していきます。はい、ではこの4枚から見ていきます。今のお相手との関係性、お相手のがあなたに感じるお気持ち、あなたがお相手に与えている影響、2人の恋の近未来っていうところも合わせて見ています。最終的に太陽のカードが入ってきていて、これは素晴らしい関係性になるんじゃないかなっていう風に見ています。とってもいいですね。はい、そしてこちらが教皇のカードと、あとはですねチャリオット、そしてワンドの8番と出てきています。お相手がやはりあなたの後押しがあって前に進めている。お相手があなたに対するお気持ちとして自分からも積極的に動いていきたいし、今の2人ってバランス取れてるよねとか、うまく進めているよねっていうことを確信しているっていうのが出てきています。そしてあなたがお相手に与えている影響としてどんなエネルギーなのかなっていうのを出したところで、ワンドの8番が出てきていて、それはものすごく勢いのあるもので、お相手にとってはすごく嬉しいようなことであると。あなたの追い風ですよね。お相手の心をさらに燃やしてくれるような着火剤とか燃料のようなものかもしれないですね。あなたの存在がより一層お相手を輝かせるとか、お相手のより一層後押しになるとか、プラス作用に働いているっていうこと、それが次々とあるっていうことなので、あなたの方がまめに連絡をしていたりとか、お相手に声かけをしているのかもしれません。それがより一層プラスになって働いているっていうふうにお相手が受け止めてくれています。中には関係性、年齢差とか立場の違いっていうのあるのかもしれません。違いっていうのを感じますね。またはどちらかにパートナーがいるっていう方もいるかもしれないんですが、特にあなたの方かなとも思うんですが、それを超えてこれから育んでいきたいっていうことをお相手は感じていますし、またパートナーがいるいないではなくて立場かもしれません。何かの壁を感じます。それを乗り越えて結ばれていきたいっていう気持ち、信じ合いたい、つながりたいっていう気持ちがあります。そうですね。そしてそのあなただからこそだよってことをお相手は言いたいので、
みんなに対しても同じように優しくしてくれるんじゃないかって、優しくしてるんじゃないかってね、あなたが誤解するかもしれないんですが、そうじゃなくて、あなただからこそ受け取っているものや、そしてあなただからこそ伝えたいことがあるんだってことがお相手の方が伝えてきてくれています。だからどうか誤解しないでほしい。この人、親切心がすごく高くて優しいから、みんなに対して優しい、甘やかす方なんですよね。甘い方なんです。だから自分だけじゃないんじゃないかってあなたが思うような時もあるんじゃないかなと思ったんですね。私だけじゃなくて他の人にも優しくしてるんじゃないのとかって思うかもしれないけど、はっきりと区別つけてますと、お相手の中で。だからどうかそこは誤解しないでほしい。あなたはあなたっていう特別な思いを受け取ってるし、こっちからも流してるので、それを受け止めてほしいっていう風に出てきています。あなたがいるとより一層輝ける。この人なんだろう、モテる人っていうのももちろん入ってくるんですけど、なんか活動していたりとか人前に立ったりとか目立つ人っていうのが入ってきます。社内でもモテるとかアイドル的存在っていうのが入ってきていて、それをなんか陰で支えたりとか応援したりとかするようなあなたっていうのが入ってくる。だけどあなたは決して黒子のような役ではなくて、なくてはならない大きな存在なんですよね。そこにいなくてはいけないとか、いて当たり前とか、お相手にとってはなくてはならない存在なので、影が薄いとか印象が薄いとかそういうことじゃなくて、周りにたくさんのファンに囲まれていてもあなたは格段に目立っているし、強い力がお相手のところに届いているよ、受け取っているよっていう風に伝わってきます。モテる人なのかな、この人が。ただあなたからもらってるエネルギーでお相手が強くそれを受けて、あなたに引き寄せられて、そして自分も成長できているよってことを伝えたいんだってことが言われています。はい、ということで、お相手とあなたのお気持ち、関係性とか今後の様子っていうのもこの4枚から見ていきましたので、一度カードをまとめてこちらからのオラクルカードでメッセージをお伝えしていこうと思います。スターのカードが入ってるので、お相手がもともとそのモテる人とか人から注目を集めるような方なんじゃないかなと思ったんですね。出世するタイプだったりとかで、あなたからいただいているお気持ちですごく満たされてるっていうのが入ってくる。特にお手紙、メール、文章とかそういうことなのかな。あなたが手を使って文字を書いたり絵を描いたりしていることかもしれません。そこから強いエネルギーを受け取っていますっていうのが入ってきています。はい、ではさらに続けて見ていきましょう。すごくいいですよね。お相手を照らしてくれる存在であり、あなたはなくてはならない存在であるっていうことが言われています。そしてあなたの周りにお相手がね、引き寄せられていってるんですよ。はい、ということでオラクルカードもらっていきましょう。まず繊細さという感情豊かな魅力、これがそのお相手があなたから受けている影響として今カードを出してるんですね。なのであなた自身が繊細なエネルギーを持っているのか、それともお相手が繊細なのか、繊細っていうワードが入ってくるのと、あと豊かな魅力、それが今お相手に伝わってるんだよってことを忘れないで。 TikTok 時間ですね。あとこちらも待ち続ける日々ということで、待っているウェイティングのカードが入っているので、やはり時間とか過ごしてきた違い、年月の違いとかっていうのを感じるんですが、そこを超えてつながっていきたいとか、あなたは自分にとって輝かしい贈り物であるっていうこと、光であるっていうこともお相手が受けている。あなたからもらっているもの、受け取っているものたくさんあるし、あなたが大切なんだよってことも伝えたいんだってことが言われています。では1枚ずつお伝えしていきましょう。あなたの繊細さと感受性の豊かさというのは、あの人にとって他の誰にもない特別な魅力として映っています。あなたは小さなことにでもすぐ気づき、その優れた感覚が深い思いやりや優しさとなってあの人に寄り添ってくれています。その繊細さは大きな支えとなって、あなたと一緒にいることであの人の心が癒されています。
時々あなた自身が感じすぎてしまうことや傷つきやすいことを気にしているかもしれませんが、それもまたあなたの大きな魅力だとあの人は思っています。他の誰よりもあの人の小さな変化や感情に寄り添ってくれるあなたの存在がどれほど大切かというのをあの人はすごく感じています。日々あなたの気遣いや共感力があの人に安らぎを与え、心の奥底にある不安やストレスを解消してくれています。その鋭い感覚があの人にとって安心感になり、あなたといる時間が癒しそのものにつながっています。だからこそあなたはかけがえのない特別な存在と言えるでしょう。お二人の関係や未来には最適なタイミングがあります。時にはすぐに結果が見えないことや扉が閉じられているように感じることもあるかもしれません。しかし焦らず信じて待つことでその扉は必ず開かれ、お互いの願いが実現する瞬間が訪れます。あの人はあなたと一緒にいることでその奇跡のタイミングを信じることができ、絆がさらに深まることを確信しています。あなたはあの人の才能や価値を信じ、それが周りに認められて正当に評価されることを教えてくれます。そのあなたの自信は物質的な豊かさだけではなく、お互いの関係にも前向きな影響を与えています。あなたのその姿勢からあの人も自分自身を信じることができるようになり、豊かさや愛情の流れがより自然に訪れるようになっています。あなたのポジティブなエネルギーはあの人にとっても大きな励ましとなっています。あなたと一緒にいるとあの人は時間が無限に感じられるようです。たとえ今が停滞しているように見えても、あなたはあの人に信じる力を与え、すべてがいいタイミングで動いていると感じさせているようです。あなたが示してくれる信頼感はあの人の不安を取り除き、いつかお互いが共に迎える幸せな未来をお相手が感じています。あなたはあの人にとってかけがえのない特別な存在です。あなたが自分の個性や感受性を大切にして、その光を輝かせていくことで、あの人もまたその光に包まれ、心から安心し癒されていきます。あなたが自分を信じ輝き続けることで、お互いの関係はさらに深まり、幸せな未来へと導かれていきます。あなたの存在はあの人にとってまさに奇跡とも言えるでしょう。You are the gift。 あなたはギフトである。自分の価値を信じてっていうこと。そしてお相手にとってやはり光である。あなたから受け取ったエネルギー、情報量、豊かなものっていうのはお相手の生活も豊かにしていきます。はい。気持ちとか見えないエネルギーだけではなくて、物質世界でも豊かなものっていうのを運んできてくれてるんだってことをお相手は言ってきてくれていますね。前に進む力や勇気を与えてくれたのがあなたなんですよっていうこと。はい。で、中には時の流れを気にしたりとか停滞しているなって思うことも出てくるかもしれないんですが、いずれこの太陽、日は昇り成功へと2人を導いていくだろうっていうことが言われています。2人の恋の近未来ですね、言われていますし、どうか自分自身ね、揺るがないように信じていてほしいっていうお相手からのメッセージも込められていました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。これは光の道に入っていくというメッセージです。光の中に包まれて深呼吸をしてリラックスしてください。おのずと自分の行くべき方向が見えてきます。光の差す方へ進んでいきましょう。このメッセージをお受け取りください。今回はお相手を変えるあなたの力、あなたのエネルギー、お相手をどんな風に影響を与えているのかというところを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手を変えるあなたの力、エネルギー、お相手にどんな影響を与えているのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。
ではトランスペアレントオラクルよりシャッフルしてカードを出していきます。こちらに出しているオラクルカードはもうすでにシャッフルして出しています。あなたがお相手に与える影響です。そしてこちらのカード、オラクルカード、今シャッフルしているものから2枚カード出していきます。こちらから1枚目にお相手のコンディション、2枚目にあなたがお相手に与えている影響としてカードをもらっていきます。で今回より手袋を着用してカードに触れさせていただいていますので、今までと少し感覚が違うということでカードが滑りやすいっていうのがあって、シャッフルの動き時間がかかるかもしれませんが、なんとかまとめていきますので、どうぞ温かい目で見守っていただけたらなと思います。ではよろしくお願いします。2枚もらっていきます。はい、まずこちらがお相手の現在のコンディションです。はい、こちらがあなたがお相手に与える影響です。こちらで見ていきましょう。はい、まずお相手、味噌サザエのカードですね。なんか今やりたいことがあるとかっていう感じもしますね。やりたいことに向かって頑張っているとか、向かっていますよっていうのも伝わってきますし、あなたがお相手に与える影響として、こちらレイブンっていうカラスに似た黒い鳥と言われています。お相手に与えている影響として上品さ、品の良さだったり、あとは言語っていうのも入ってくるので、言語の違いがあるかもしれません。言葉を教えているとか教わっているとか、またあなたからメッセージっていうのをお相手に多く送っている。そのメッセージっていうのは文字だけではなくて、いろんなサインをあなたからお相手に出している。それを受け取ってお相手がそれを影響を受けてね、より一層自分のやりたいことに向かって進んでいけるんですとか、そうですね、力をもらっていますとか、知恵をもらっていますっていうのが伝わってきます。あとはお相手を見ていると微笑ましいっていう風にあなたの方で感じるのではないかなと思いますね。落ち着きのない人かもしれません。お相手が今のエネルギーであるんですが、あなたの影響を受けて精神的に大人になっているっていうのを感じます。豊かな知恵とか品の良さっていうのをあなたから受け取っているように感じました。ではタロットカードを使ってお相手のコンディション詳しく見ていきます。そしてあなたから受け取っている影響についてもこのカード合わせて見ていきます。そしてまた違うタロットを使ってお二人の関係性や今後っていうのも見ていきます。こちらのカードで見ていきます。はい。お相手に与えている影響、そしてお相手のコンディション合わせて見ていっています。今そのお相手のコンディションやあなたから受け取っているものっていうのがすごく良いもので、お相手を成長させてくれるものっていう風に入ってきています。でやはり中には関係性っていうところで引っかかってくるかなっていうのもあるんですが、そうですね、それらを乗り越えて育まれていく愛情とかっていうのも感じられるので、お相手があなたからの愛を一身に受けて成長していくような様子っていうのも感じられますし、もともとこのお相手が持っているエネルギーっていうのもあるので、お互いが個性強い存在っていうか、お互いの個性が掛け合わさってより新しいエネルギーが生まれてくるっていうのを感じます。似ているようで全く違う個性の持ち主っていうことですね。そしてお互いのエネルギーが強くて、このエネルギーが
お互い組み合わさったことにより、お相手のコンディションがより一層良いものになっています。周りの環境はペンタクル6番、そしてお相手が今不安に思っていることや困難に感じていることにワンドの5番が入っています。ワンドの5番は切磋琢磨っていう意味もあるし、スポーツだったりとか競い合うってこともあるんですが、お相手の中の不安なので、そうですね、周りとのバランスが崩れるのを恐れていたりとか、あと自分だけ置き去りになるのが嫌だったりとか、自分が前を切って歩いていきたい、先陣切っていきたいって思っているので、そこで停滞するようなことになりたくないとか、混乱を生じさせたくない、自分が動いたことによって周りが混乱するようなことになりたくないし、自分自身も周りからの影響で迷いたくないっていうのが入ってきますね。あなたとの仲は良好なんですが、これから先お相手が少しエネルギーがオーバーになってしまったりとか、抱え込むものが大きくなってきそうな予感がするので、ここでその周りとの不和だったりとか、そうですね、今まで取れていたものがうまくバランス取れなくなってくるっていうような、そういうことも考えられるので、あなたが今何をしてあげたらいいのかなっていうことでお伝えするのであれば、できるだけお相手の抱えているものを少なくしてあげること、あなたの経験や知恵っていうのがここで生かされてきます。または知らせてあげること、お知らせなんですね。このカードっていうのがメッセージを伝えてくれるとか、魔法とかを表しているんです。変化とか。なのであなたの言葉でお相手に伝えていくっていうことをですね、今大丈夫、疲れてないとか、いっぱい抱え込んでいるよ、やることいっぱいあって大丈夫とか、そういうことを示していく、伝えていく、今こんなこと起きてるよ、周りでこういうことがあるよとか、そういうことですねを伝えていくっていうのが、今あなたがお相手に一番影響を与えていく部分として現れています。そして軌道修正をさせてあげること、お相手が混乱した時とかに大丈夫だよ、こっちだよっていう風に導いてあげる、ガイドしていくっていうのが、あなたが今お相手に与えている影響、エネルギーとして入ってきます。導きを与えてくれる人、混乱から救ってくれる人、もっと具体的にあなたがお相手にどんなことをしてあげられるかなっていうことで見ていきましょう。あなたがいろいろ導いてきたからお相手はここまでたどり着くことができたんですっていうのが入ってきますね。周りともうまくやれるようになってきました。ただこれから周りとの不和だったりとか争いっていうことがまた起きるんじゃないかっていう不安がお相手の中に生まれてきています。その時にやはり支えとなり導きとなるのがあなたの存在である。お相手の負荷や負担を軽くしてくれる存在として1枚もらっていきましょう。棺のカードです。終わりを表しますね。一旦終了させて、つまりリセットをさせていくのがあなたが今一番お相手にできること。はい、ここまでとか、はい、これで切り上げて次に行きましょうとか、はい、今日はここでおしまいです、残りは明日にしましょうとか、あんまり急ぎすぎてやりすぎる必要ないですよっていうことで、一旦終了、終わりなんだよってことを教えてあげる、告げてあげるっていうのがあなたが今お相手に一番できること、伝えてあげられることです。物事は切り替えなきゃいけないんだよっていうことですね。切り替えで次々やっていった方があなたにとっても目標に向かって走りやすくなっていくんだよってこと。終わりを知らないのか、区切ることが不器用なのか、どこで物事を終わらせていいのかわからなくて、ずっとね続けてやってしまうのがゆえに自分の負担になっているのかもしれないっていうことなので、頑張りすぎっていうところが入ってくるのかな、お相手にとって。なんで頑張るのかって言ったら、失敗したくないからとか、不安になりたくないから、もう二度とああいう思いをしたくないからっていうことがあるんです。過去へのトラウマとか過去の失敗のことで悩んでいて、もうそういうこと繰り返したくないから、いい結果出したいからっていうことで頑張り続けちゃうような癖があるのかもしれない。あなたが止めてあげないとこの人は止まらないよっていう風に出てきているので、その止まらないがゆえに周りとの不安が起きやすいっていうことで、ちょっと辛い役目になるかもしれないんですが、終わりなんだよって、
一旦終わりにして流れ切り替えていこうとか、そういうふうに修正させていくっていうのが、あなたがお相手に与える影響だし、お相手に送ってあげられるエネルギーなんです。一旦ここで切り替えていきましょう、リセットしていきましょうとか、修正してもっとより良い方向はこっちですよっていうふうに導いていく、そういう流れですね。ではタロットカードを使って少し切っていきながら、お相手との相性だったり、お相手のお気持ち、あなたが与えている影響、そして2人の恋の近未来についても見ていきます。はい、こちらからもらっていきます。お相手があなたに感じているお気持ち、ワンドの5番、そしてあなたが与えている影響でペンタクルの8、そして今お二人の、ポイントとして押さえておきたいところにペンタクル2番、そして恋の近未来はチャリオットのカードです。あなたがお相手に伝え続けることによってお相手が落ち着きを取り戻し、心のバランスが整い、それが2人の関係性の安定とかにもつながってくること、そして今までバランス取れていなかったものっていうのが、お互いの立場、条件、時間、心身のバランスっていうところ、勢いだったりとか進む方向性とかだったんですが、それをやはりあなたが導くことによってお互いのバランスが取れて、うまく進めるようになっていけるんですよ。お相手がコントロールしやすくなっていく、自分自身のコントロールだったり、自分がどう進んでいけばいいのかっていう道筋がはっきりと見えて、よりクリアに進みやすくなっていくっていう、そういう流れが出てきています。ここ踏ん張りどころかもしれません。この3番さん、今そのお相手にあなたが与えている影響ってすごく大きなものなんですが、同時に終わりを告げなければいけない。終わりっていうのは2人の関係性が終わるとかではなくて、お相手に物事が終わっていくサイクルを教えていく、そういう導く役としてあなたがお相手とつながっているということ。いずれ物事は終わるとか、一旦休憩挟んで気持ち切り替えて次に取り組んでいきましょうとか、そういう次のステージへ導くための存在としてあなたが今お相手の前にいるということ、そしてあなたがそれを諦めずに伝え続けていくことによって、お相手とあなたとのバランスが取れる。まずお相手の気持ちが落ち着くということ、それによって2人のバランスが整い、環境が整い、共に前進していく力が宿っていくという、そういう流れになっています。なのでお相手に支えてほしいよとか守ってほしいっていう方は、今は逆になっているのかもしれません。あなたが支えたり守ったりして導く側っていう風に入っています。支えるというよりは、こっちだよってグイって方向変換させてあげるっていう、そういう力強さっていうのが必要になってくるし、あなただからできるんですよっていうのが入ってるんですね。あなただからこそお相手を変えていく力があるとか、お相手を軌道修正させてあげることができるとか、導くことができるんですよっていう流れが入ってきています。あなただからこそだよって、あなただからこそお相手が落ち着けるんだよとか、落ち着くというのは落ち着いて冷静になれるってことですね。そう、冷静に物事を捉えることができるんだよっていう風に入ってきています。あなたからの愛情を一身に受けているし、お相手もすごく頑張ってるっていうのが伝わってくるんですよね。物事に対して取り組んでるお仕事とか恋愛だったりとか、あなたとの関係性だったりとか、すごくお相手からの動き、姿勢っていうのも見えてるんですが、それ以上にあなたがところどころで一旦ここまでよっていうことを教えていくっていうのが出てきていました。あなたの、そうですね、賢さ、知恵を使ってお相手の乱れているバランスを整えていくっていう、そういう今の現在のねコンディションです。これ状況が変わればお相手があなたを支えていくっていうことも十分に可能性としてはあるので、今のバランス的にお相手が乱れやすいのかなっていうのは入っています。ここは
で、あなたの踏ん張りによって変わってくるのかなっていう、お相手の状況がね変わってくるのかなっていうのはありました。少し負荷がかかっていくっていう流れになりそうなので、お相手の方が、なのでそこで荷物を半分こしようっていうふうに言ってあげると、または導いてあげると、よりお相手がクリアになっていくかなと思いました。ではこの後ですね、あなたが与えている影響についてオラクルカードを出しています。細胞の記憶っていうカードですね。なんかこう昔からのご縁を感じます。つながりとか見えない、世界でのつながりっていうものを感じます。はい。チャレンジ、飛び乗っていく勇気や行動力をあなたが与えているんですよっていうことですね。またはバランス感覚ですね。うまくジャンプできるようにあなたが整えてあげてるっていうこと。実はここに見えないんですが、ジャンプするこの見えないところに実はバネの板があって、その役目を担っているのが今のあなただったり、あなたのエネルギーだったりします。そのあなたのエネルギーを受けて、お相手がより高くジャンプできるようになっているんだと思います。ではカードからのメッセージです。あなたから受ける良い影響として、あの人が感じているのは、あなたがあの人の体と深くつながっていて、その反応を大切にすることで、あの人も自分自身をより深く理解できるようになっているということです。あなたが繊細にお相手の動きや考えを察知し、反応をしてくれる、そして自分の感じたことを大切に思っているから、あなた自身が察したことをあなた自身が自分の中で大切に胸にしまっておいてくれてるから、あの人も自分自身をより深く理解することができる。あなたの影響を受けて自分に敏感になることができるっていうことですね。お互いの深いつながりや理解っていうのを感じている、感じ合っている。あなたが自分の体の声に耳を傾け、今までの体験や記憶を大切にしているその姿は、あの人にとっても大きな学びとなっているようです。あなたがご自身の習慣を見直し、成長の機会として捉えることで、あの人も影響を受け、自分の行動や感情のパターンに気がつくことができ、改善するための勇気をもらっています。お二人が一緒にいるとき、あなたの姿はあの人にとって癒しとなっています。あの人自身が心と体のつながりを意識し、よりあの人自身が健康的でバランスの取れた生き方を目指すきっかけとなっています。また、あなたがクリエイティブに自己表現し、自分らしくあることで、あの人も影響を受け、自分の個性を大切にしようと思えるようになっています。あなたの輝きやエネルギーはあの人にも広がっていって、人生において新しい視点や自由さをもたらしてくれています。あなたの姿はあの人にインスピレーションをもたらし、人生の美しさを再発見させてくれています。あなたと出会った時に強い印象を受けたようです。ジャッジメント。あなたと会った日のことを思い出して忘れられないぐらいの出会いだったんじゃないか、印象を受けたんじゃないかというふうに思っています。あなたと出会ったことにより、自分の人生がより美しくなっていくこと、より豊かであること、自分落ち込んでいられないな、前を向いていかなきゃっていうことを改めてお相手は感じたようです。そしてあなたが自分のペースで成長し続ける姿を見ていると、このお相手も自然と自分の道を進む勇気が湧いてくるようです。あなたが持つ自信や準備をする姿勢というのは、あの人にも前向きな影響を与えて、そしてお互いの関係がより深まっていき、調和の取れたものになっていくというふうにお相手は感じているようです。あなたからもらう勇気や、あなたの取り組んでいる姿勢から大きな刺激を受けている、学びをもらっているよっていうこと、それがお相手を前へ進む力となっている、与えているんだよっていうことをお相手は伝えたいっていうふうに出てきています。まるであなたはなんてことないように進んでいるかもしれないんですが、それは実はお相手にとって大きな影響を与えています。流れるような澄み切った綺麗な水のような美しさ、流れを持つあなたです。スムーズな流れですね。お相手が進みづらい時に、あなたがこうしていくんだよってことを自然に、その生き様というか姿勢として見せることができる方なのかもしれない、あなたが。なのでお相手がそのあなたのその姿を見て、
そこで自分自身が影響を受けて同じようにやってみようっていう勇気をもらえたりするんじゃないかなとも思います。または言葉として自然に伝えることができる人、あなたがトゲがなく柔らかな言葉で繊細なお相手の気持ちを包み込んであげることができる方、なくてはならない、いなくてはいけない、あなたがそこにいて初めてお相手が上へ高くジャンプすることができるというふうに、お相手の影響を与えている、どんな影響を与えているのかっていうことで深いつながりを感じていることと勇気をもらっていることっていうのが入ってきました。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。こちらは楽しいエンパワーメントというメッセージが込められています。エンパワーメントっていうのは何なのかというと、自分の人生や状況に対して積極的に影響を与える力のことを言います。楽しく前向きに積極的に影響を与える力、あなたの力というのは楽しさです。優しく楽しい力であるということ、それがお相手に与える影響力の一番の源です。おそれの先には愛しかないというメッセージも込められています。あなたがお相手を守っている、包み込んでいるのが光として例えていきましょう。光の存在であるあなたがお相手を包み込んでいきます。そのあなたの存在を受け入れて、心にお相手があなたのエネルギーを流れ込ませていきます。そうすることによって全てが整い、深い喜びがお互いの間に生まれていきます。あなたがお相手の心に愛を、光を流し込んでいくのです。そうすることでお相手は恐れを消し去ることができます。リセットすることができるんです。前を向いて歩いていくことができる。その優しさや愛情、お相手に流し込んだものっていうのはあなたの元にも返ってきます。そして二人で手を取り合って深い喜びが生まれてくる、そんなメッセージですね。あなたのエンパワーメント、影響力というものを信じてください。お相手に与えているもの、確実にあるんだよっていうこと、お相手を切り替えている力となっているんだよっていうことですね。こちらをぜひお受け取りください。今回はお相手を変えるあなたの力、エネルギー、お相手に与える影響力というのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。新しい試み、新しいテーマとしてお相手に与えているあなたの影響力というのをテーマに見ていきました。はい、ちょっと言葉にしづらいところもあって、説明がややこしくて伝わりづらいなと思ったところもあったかもしれませんが、どうぞご了承ください。お受け取りいただけるところをお受け取りいただけたらなと思います。では今回はノルマンカードを使ってプチ3択占いを行っていきます。各選択肢でお伝えしています。今回より手袋を使用させていただいていますので、カード触りづらいところがまだ若干残っています。なのでいつもよりもシャッフルが時間かかっているんですが、どうぞ温かい目で見守っていただけるとありがたいです。はい、ノルマンカードより今私はどんな風にお相手にアプローチしていくべきですかというのを見ていきます。はい、こちらから左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。左、真ん中、右です。では左の方から見ていきましょう。どんな風にアプローチしていけばいいのか、コウノトリのカードです。デートに誘うのであれば少しお出かけ、遠出をするのもいいでしょう。上品な場所にデートのお誘いをしてみてください。また自然のある場所もおすすめです。海ですね、海辺や湖あたりもいいでしょう。水を感じられるような場所にデートにお誘いしてみてください。またはそうですね、高級なレストランや上品な音楽が流れているような雰囲気の良い場所にデートにお誘いするのもおすすめです。
またあなたの方から積極的に前向きな言葉がけをするなどしてアプローチしてみましょう。コウノトリは移動も表しています。なのでお出かけすることがいいのかなと思いました。では次、真ん中をお選びいただいた方です。こちらは鳥のカードです。コミュニケーション取っていきましょう。気軽に話しかけてください。今だったらお相手も気軽に返してくれると思います。積極的にコミュニケーションを取ったり、連絡を取り合うこと、気軽な挨拶とか何気ない会話でも構いません。お相手とたくさんコミュニケーションを重ねていきましょう。あなたが伝えたいこと、あなたの気持ちというのはコミュニケーションを通じてお相手にもそのエネルギーが伝わっていきます。仲良くなりたい、楽しく過ごしたい、そんな前向きな気持ちをお相手に伝えていきましょう。そして右をお選びいただいた方です。こちらはスターのカードです。はい、まずは星に関わることでお相手にアプローチされるのがいいのではないかと思いました。例えばプラネタリウムにデートにお誘いするとか、今日の星の動きについてだったりとか、星座だったりとかね。月ではなくて星なので、星に関わること、宇宙のことを話題にするなどもいいと思いますし、星というのは希望を表します。あなたの今の夢、願いとか、それはお相手とどうなりたいでもいいですし、自分自身の中で今これを目指して頑張ってるんだよっていうことをお話ししてもいいと思います。希望について語り合う、そんな良い夜を過ごせるのではないかっていうふうに出てきています。夜の時間帯に連絡取るのもいいのかもしれません。こちらもぜひお受け取りください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。